皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いしはい、ます。お願いします。オリンピックのこと取り上げないといけないな、いけないなとはい、思いながら、まあ、まだ先だろうと思っていたら、はい。なんかもういろいろな事件が起こったみたいなので、いや、もうもう、早速、でかい大事件だと僕は思ってますから。大事件ですよ、これは。私、だからタイトルとしてね、日本のメディアがほとんど報じないオリンピックの二大事件を考はい、えるというふうにしたんはい、ですけども、ほとんど報じないというのは、これは、私のかすかなエクスキューズでして、本当はもう全く報じないと言いたいぐらい騒がない。はい、なぜ騒がないのかって、だってアメリカとイスラエルがイランを攻撃したのがオリンピック休戦の時でしたよね。はい、それを指摘しないならば、やっぱり、ウクライナへ侵攻したロシアはい。ベラルーとベラシですね。ルーシはい、をこう排除したのに、これはおかしいんじゃないかといはい。うこと。これはうん、浅田真央ちゃんの、コーチもやした、はい。タラソワさんああ、も言っタラてるみたいスワさん。ですね。タラソワさうん、んが。やっぱりアメリカをどうして、認めているのかと。全くこれはロシアに対して不公平であるというようなうん、コメントも発しているそうです。ということで、もうオリンピックのこと、スポーツのことだったら、この人は絶対来ても、うん。話を聞かせてもらいたいと思ったんで、春日良一さん、五輪アナリストの春日良一さんに来てもらいました。春日さん、ありがとうございます。よろしくおよろし願いしくお願いしまます。す。よろしくお願いします。IOC、ちょっと血迷ってないですか、春日さん。血迷ってはいないと思いますけど、はい。まあ逆になんか非常に冷めた態度になってるかなとうん。いうふうにうん、思いますね。冷めた態度ですね。私もIOC の声明、英語で一生懸命読ませていただきましたけども、はい。なんかこんなに回りくどく、書かなきゃいけないのかなというので、久しぶりに英語の勉強させられたという文章でした。そうですか。まあ選手のうん、安全を保ちたいとうん、いうことを言って、それで真にグローバルなスポーツの舞台を守りたいと、ステーうん、ジを守りたうん、いと。うん。なので、そのためには複雑な現実の社会の中で舵取りをしなきゃいけないというようなことを書いてるんですね。確かに言ってることは全て正しいんですけれども、ロシアとベラルーシをオリンピック休戦の最中に、先端を開いたということで、排除しておきながら、どうしてイスラエルとアメリカは排除しないのかということについては、春日さんはどういう答えを持っておられますか？まあ、当然、まずまあ、2022年の前の、はい、北京のオリンピックの時にオリンピック休戦、まあ、国連が決めたオリンピック休はい、戦を破ってロシアとベラルーシがウクライナに侵攻したと。で、はい、このことについてはオリンピック休戦を破ったということに対してもう、すぐにですね IOC が声明を出して、はい、要するに休戦破りっていうことははい、とんでもないことだとはい、いうことを言って、で、かつ、その直後ですね、まあ、それは、うん、いろいろ迷いもあったんですが、強烈な制裁を初めて発令はい、したと。で、それはまあ簡単に言ってしまうと、ロシアと、ベラルーシははい、もう国際スポーツ界から排除するよと、出そうですね、ていけと。はい、はい、相手にしないぞってことだったんですよ。うん、だからこれは実は歴史を振り返ればIOC とか国際スポーツ界が政治に対して国家権威に対してですねうん。あの制裁した初めてのケースですよね。だから、ああ、そうか。はい、初めてになるわけでそうですね。すね。要するにそうで政治的すね。なことについては
関与しないと姿勢をずっと貫いてきたわけですけど、そういうはいはい、そうで形で、すね。スポーツの自立を守っている、はい。守るっていうのが IOC のスタンスだったんだけど、この時うん。初めてやったわけですね。だからこれそうですはもう、ね。非常にもうオリンピズムから言うと、正しくて、しかも政治に入っていったっていう、政治に対はい。して文句を言ったってことだから、これが歴史的なことだったと思うんですね。なるほど。はい。だからこれをやった限りは、それからどういうふうにね、例えばロシアとベラルーシの選うん。手を、国家じゃなくて選手をどう救うかって方にスポーツ界が動いていって、はい。ご存知のように、その選手が出れるようにするたはい。めに、その選手が中立であれば、戦争を積極的に支持してない、関与してない、そしてオリはい。ンピックが平和な、ことを施行する祭典だということを認めてるっていう、制約があれば、はい。出れるっていう、競うん。技力を目指していれば出れるっていうことで、そこで選手には助け舟を出したっていう状うん。態だったじゃないですか。で、そうですね。要するに、個人参加ならいいですよ、というこそうです。中立選と、手っていうことです。中立選手なら、はい。そういうことで中立すね。要するに国家、つまり国家っていうものを代表しない、うん。国家をはい。象徴しないということですよはい。ね。これがはい。あったから、で、それが、このミラノ・コルチナもその方針で来たと。はい。はい。そして、オリンピックは終わりました。はい。20日に。はい。で、そしてパラリンピックが始まるまで、約11日間あるわけですけはい。ど、この間にトランプがやっちまったと。やっと、一番。イスラエルだとからアメリ一応ですカがね、これ、前ロシアが侵攻した時のプーチンの、はい。心ですよね、考え方っていうのが何かっていうと、深読みすると、プーチンはオリンピック休戦を利用して、うん。自分の戦略を立てていて、で、そうん。れを戦争、戦術、軍事を使って自分の、はい。野望を遂げるっていうことをやってたんですね。それで、それは、それはあれですね、まさかオリンピック休戦の時には攻撃してこないだろうとうん、いうことをプーチンが考えて、その時にやったと。そうそうですね。いう意味でそういうコンいいですね。テクストで、そのはい。戦略の一つとして考えてるはい。というふうに思った方がいいと思ったのは、グルジア、2008年の、北京の夏のオリンピックのはい。時もやってるし、で、はい。2014年のソチ、自分が主催はい。したようなもんですけども、そのはい。ロシアのソチでやったオリンピックの後に、侵攻したわけですよね。侵はい。攻して、そして、クリミアを侵攻した。クリミア半クリ島ですね。ミアにね。で、クリミア取っちゃって、で、あれ3日で決着ついちゃったもんですから、そうですね。パラリンピック始まるまでには何にもなかったことになってし要するにまった。終わっちゃってたんですね、戦争自体だからそのがね。文句言う暇もなく終わってたんで、はい。で、これをまた北京の時にやれば、ウクライナ取れるぞと、キエフうん。取れるぞ、キエフ取れるぞ、キエフっていううん。かなんていうの、キーウ取れるぞっていう。キーウ。はい。それを考えたけど、そううまくいかなかったよっていうのがこの前なんですよ。なるほど。で、はい。これを今度トランプがまさかやると思わなかったけど、トランプうん。全く真似したと思ってます、僕は。なるほどね。ですから、トランプも早くうん、終わることができるだろうと。そう、それはだからうん、オリンピックが終わってパラリンピックが始まるまでにはうん、もうイランが万歳しているだろうとうんいうようなところでやったところが全くそうはならなかったと。そうですね。だから、つまうん。り、オリンピックの期間はやってないわけですから、つまりそはい。こは一応尊重してたし、ベネズエラが1月に侵攻したのも、オリンピック始まるうん。前にやっちゃったわけですよ、あれは。はい。オリンはい。ピックが終わってからやって、で、パラリンピックが始まる前にやっつけておけば、うん。すごくうまくいくなと思ったはずなんですね。で、もなるともとそれほどね。早く終わるって思ってたっていう、しかうん。も、うん。軍事評論家の分析とかも聞いてると、やっぱそうだなと思うんで、だから、こうん。れを、俺はプーチンよりもうまくできるよと思ってやったと思うんですけど、うそれがうまくいかなん。かったと。じゃあ IOC ははい。どうすんのって話ですよね。で、それそうで、ですね。よくガザの侵攻とかイスラエルやってたのに、パリになんで出れるのっていうので、はい。よく一般の評論家の人たちはダブルスタンダードっていうことでね、そう言ってまし言ってたけど、あれたね。は僕から見るとダブルスタンダードじゃなくて、オリンピズはい。ムとしては休戦破りか破りじゃないかだから、うん。
ダブルスタンダードじゃない。要するにイスラエルがガザを攻撃しうん、て、ジェノサイドだと言われるぐらい激しい攻撃だったけれども、うん、うん。別にオリンピック休戦期間中にガザを攻撃したわけではなかったというそう、ことですね。で、もう一つは、ずっと IOC が政治には、対抗はい。してこなかったっていうのがあって、はい。で、これを守ってるわけです、その意う味でね。ん。うん。だけど、今度のことは、う急性破ん。りだから、ロうん。シアとベラルーシやったことを、米国とイスラエルにやんないと、これダブルスタンダードじゃないかとになっちゃいいうふうにますよね。なる、ここを僕は攻めたかったんですね。うん。うだから一応、ん。コベントに信頼してたので、うん。静観してたんですよ。うん。うで、ん。全然そのステートメント出ないから、どうしたかなって3日に玉木さん出して、はい。にどうされたやつが出たわけですね。で、出たけど、一言もアメリカとイスラエルの、名前言ってないでしょ。だかそうら、ですね。国を批判することはやめたんです、あれ。やうめちゃった。うん、ん。うで、それん。はなんでやめたかっていうと、これ複雑なんですけど、うん。パラリンピックが始まるんだけど、パラリンピックがロシアとベラルーシの国家的代表権を認めちゃったんですね。認めましたね。オだリンピックからとは異なる判断を下しましたね。ミラノ・コルティナで。そう、だかはい。らそうするとね、今度、そこでまたイスラエルとアメリカはダメっていうことになると、イスラエルとうん。アメリカが今度、そのパラリンピックにどういう参加方式になるのかっていうことが、またうん。揉め事になってね、非常うん。に複雑なことになるんですよね。うん。うだからそういうのん。も、まあ、配慮もあったし、あと、うん。コベントリーのスタンスとしては、あくまでもその政治には口を出さないという方向に転換していっうん。たなっていうのが見えてきて、で、さっきうん。うん要するに元の IOC が取っていた政治との関係に戻してきたというような言い方もそう、できだかるわけですね。らよくバッハのこといろいろみんな批判したけど、バッハはやったんですよ。つまそうりですね。政治はい。にね、戦いを挑んだんです、彼は。だかうん。らそれをずっとやってきて、その結果、ロシアとベラルーシ外したんだけど、なんかはい。ごちゃ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 言われて、あれうん。してきて、で、まあ、これ大変だと分かってるんだけど、それを維持していくっていうことの方向に、コメントリーうん。がいくかどうかっていうことがポイントだったと思うんです。なるほどね。うで、彼ん。女はそっちを選ばなかったと思います。うん。で、しかも、玉木うん。さんが皮肉に言ってる、皮肉を込めておっしゃってはい。いた、つまりロスが2年後にあるから、はい。なんつうの、遠慮したのみたいな。はい、そう。気をつ、ロスが、やるのにトランプを怒らしちゃうと、はい。まずいからっていうのがあるかっていう、まあ、それはないと思うんだけど、まあ、政治にはスタンスを、口を出さない、政治のうん。ことは言えない。だけど、じゃあ何言おうとしたかっていうと、うん。オリンピック休戦ですよね。ギリシャのうん。古代に戻っもともて、とはね。うそう、ん。あの時は、つまりオリンピックに行く人たちが安全にうん。航行できるように、ポリス同士で戦ってたのをやはい。めろと、この時だけはうん。やめろ。それはオリンピック休戦、うん。つまり武器を置いてオリンピアに集まれっていうのをはい。思い出そうっていうことを訴えるだけうに終わったんですん。ね。うまあ、でもあれん。を本当に訴えとして聞けば、やっぱりやめようって方向になってね、例えばイランの選手は出れなかったんだけど、パラリンピうん。ック、うん、そうそれがですね。出れるようにするってしたら、もうトランプにしろ、ネタニヤフにしろね、早くオリンピック終わってパラリンピックの間に早く休戦しようっていう方向にね、行けうばいいんだけん。ど、そうはなうん。らなかった。で、だからまあ、ちょっと、怒りを込めて言えば、まあ、IOC が逃げちゃったなって思うんです。だから、なんというか。うだからそのステートメント、まあわかるけど、でもこれじゃダメじゃんっていうね、オリンピック救済を守れよというこん。とを IOC が言わなければダメなんじゃうん。ないのって、せめてね、せめて、うん。せめてそれを言わなきゃダメなんじゃないのってことは、まあ私なりにはコベントリーに手紙を書きました。で、うん。その私の意見は伝えました。まあそれにあ対してはまだ反応ない。で、今日玉木さんのに出るから、それまうん。で返事くれって言ったんだけど、来てます。うん。あ、そうひですか。ょっとしたらこの後来るかもしれない。なんあ、かそうか。まだ返事が来たら、それはそれで、教えていただきたいと思います。サムシングですけどね。まあ、だからなるほどね。それがその通りだって言わないかもしれないけれども、まあ、はい。ともかく一応何ができるかと思うと、それしかできなかったんで、ただ、
あれですね、IOC がそれまで、バッハがやるまで、政治に対しては直接戦うようなことはしなかったと。うん、例えば、ナチスオリンピックと言われた、うん、1936年うん、の、ベルリンオリンピックですね。この時なんかでも、ナチスに対のやってることにうん、関して直接は文句は言わなかったけれども、ベルリンで、うん、要するにユダヤ人排斥のポスターとか、ユダヤ人排斥のそのお店のうん、落書きとか、うん、それをなくせということは言ったわけですよね。と言って要するに、ますね。その時に IOC は、うん、要するに、この IOC のオリンピックの期間中は、こうん、こは、ドイツではなくって、うん、オリンピックの国であるとそうそうそいうような言い方したのを私は、なんか本で読んだんですけれども、う。はいはい。それは正しい言い方ですよね、すごくね。そうですね。だから僕もそこはいつも強調してて、よくヒットラーのオリンピックって言われるけど、そうじゃないですよと。一応ヒットラーがオリンピックできるようにするためにね、そのユはい。ダヤ人の排斥っていうのは全て見うん。えないようにしなかったらいけなかったし、はい。それはもう守るって。で、まあ、その前にうん。冬季もドイツでやってるんだけど、その冬季のはい。時は非常にひどくて、冬の会場にその犬とユダヤ人は入れないみたいな看はい。板があっはい。て、で、はい。視察にいた会長がこれ見てとんでもないことだっつってヒトラーに直うん。接怒ったと。そしたらヒトラーは、これはまあドイツなんだから、ドイツの法律なんだよっつって。うん。だから、いや、違うと、これオリンピックので、期間とオリンピックの、場所はオリンピッうん。クのものなんだよって、じゃあおうん。前がやんねえんだったらもうオリンピックにいないよってうん。いいとうん。こまでやったらしいんですね。だからまあそういう違いなるほど。はあったと。で、それははい。ずーっとついてるんだけれども、でうん。もやっぱり第二次世界大戦とか、まあ第一次もそうでしたけど、そういう時うん。には、まあ、できなかったんだよね、オリンピッはい。クが。はい。だからそのこと自身は、まあ、しょうがない。で、あと、モスクワオリンピックがございましたよね。はい。モスクワの時もこれは、だから IOC のスタンスとしては、政治には口を出さなかったわけです、あの時も。はい。例えば、ソ連がアフガンを侵攻したことも文句言わないし、はい。カーターがそのボイコットしようって言ったことにもはい。文句は言わなかったけど、でもオリンピックはちゃんとやります。やることで示しましょうっていうスタンス。うん。うだからん。政治的には何も言わんけど、じゃあもう実行でやるよっつっていう中で、例えばヨーロッパの、NOC は国が反対してもほとんどの国が出てるわけですよ、あれにね。そうですね。うん、五輪旗を持って、開そう会式だから入場五輪期だしたと。らけのオリンピックだったんですよはい。ね。はい。で、まあ、その時にまあ、こうっていう今の世界陸連の会長も選セ手をバスチャン・コー最ですね。高です。はい。でいい記録を作って、まあ、彼なんかはい。モスクワでスターになっちゃったわけだけど、うん。まあ、そういうことでスポーツのまあ力でそれを示していこうっていうスタンスうん。でずっと来たんですけど、うん。ただまあ、2010年ぐらいから曇りがいわゆる冷戦が終わってはい。まあ、経済が発展してみんなはい。自由主義になっていくよってうん。雰囲気があって、まあ、これはもうスポーツも発展するし、スポーツで平和ってこともなんか簡単にできそうな感じだったけど、なんか、はい。習近平が出たり、プーチンがうん。出てきてくる中で、なんか雲行きが怪しくなってきて、うん。権威主義的民主主義が起きて、そうですでね。トランプが出てきて民主主義的権威主義ができて、で、これ、めちゃくちゃになっていくぞってういうのも、ん。バッハっていうのはね、それを分かっていたんですよ。だからああ。こういう状態で、オうリンピックをん。続けていくのをどうやったらいいのかっていうのは、すごく考えていて、う彼の政ん。治的な感覚、まあ、彼の地政学ですけど、はい。それで、まあ、初めてね、2018年のオリンピック憲章に、中立っていう言葉を作ったんですよ。ああ、な政治的るほ中立、ニュートラリティっていうのを、ど。今まはい。でなかったんですかね、オリンピック憲章には。うん。昔からあるみたいにみんな思ってるけど、はいはいバッハがはい。作ったんです。あれ、中立ってことで、なんうん。とかまあ、アンビバレンスをね、淘うん。汰しようという策略があったと思います、僕は。うん。で、それで2018年に作って、いわゆる今までオートノミーっつって、要するに政治からスポーツは守られ、離れて、自分うん。自身の規則で自分で運営していくんであるという、このオートノミーを大事にしようって言ってたとこうん。ろに、
プラス政治的中実ってのをつけた。で、なるほど。それによって政治と対抗していく IOC のあり方、ある意味逃げる中立じゃなくて、そういう人たちに中立じゃなきゃダメだよって言いつける中立、それを彼はイメージしてたと思います。だからそれで、まあずっと来た。で、頑張ってきたと思うんだけど、まあコロナがあったらいろいろ大変だったんで、なりました。で、今度コベントリーにバトンタッチしたらそれ継いでくれるかなと思ったけど、コベントリーの中立は、まあ今、日本のなんか中道みたいな感じで、どっちでもうまくいけるように、黙ってるっていうかな、なんか、静観するとか、まあ、問題を抱え込まないようにするとかっていう方向に、どうも言ってる気がいたしましてですね、そこはちょっと、まあ、不安というか、まあ、これから、例えば、まさにジャーナリズムで話していかなきゃいけないところな何も言わなんだないですよね、コベントリーは。とね。声明とか全然発表しないですし、ね。一応声明は発表したんだよね。いや、IOC として。でもその中身が、ちょっと本当に、まあ言い訳じみた、それこそ春あれですね。日さんが素晴らしい表現をされて、日本の中道政治のようにと言われたのは、本当そうで、何ていうか、どうとでも取れるというような。だから、まあ、ん。何も言ってないのと等しいことにもなってうん。しまうようなことですけどね。うん。だからそこがどうなるのかなっていうこと、でも何も言わないって言いつつ、次の問題になるけど、トランスジェンダーのこでも、とははい。いや、本来、僕はだから、アメリカとイスラエルに言うべきことを言うべきであって、トランスジェンダーはまだ濁しているとよかったんじゃないかと。トランスジェン逆ダーなことを、はまだ別問題のはずだったのが、うん、なんか続いてる問題のような感じが取られてしまうというような発うん、言になってしまいましたよね。そうですね。だから、だってセックスチェック女性にするわけですからね。うん、これはもう50年ぐらいオリンピックの歴史が元に戻るんじゃないかとうん、いうぐらいの強烈なことで、それは次回また話していただきたいんですけども、そうでまあそこすね。で一つここでまとめとして言っておくのは、これなんで日本ではあんまり言わないんですかね、オリンピック休戦のこと、だって、メディアが。だってこの前、あの、オリンピック休戦について知らないジャーナリストがいっぱいいるっていういや、話があったから、だからこれは全然言っうん、てないからね、言っ8割、てない。9割は知らないと思いますよ。だからその現知ら地にいる。ないっていうのが問題ですよね、まずは。で、まあ、知らないんだから言いようもないっていうね、だから今戦争のこといろんな番組でしょっちゅう取り上げてますけど、はい、何のはい。結論も出ないような話し合いばっかりしてるけど、結局あそこで一言もオリンピック休戦破ってるっていうの出てこないんですよね、全く。全く出てこないですね。イランのだけど、問題で、僕から見ホルムズ海ると、これ海峡がを解どうだとか。決するのはオリンピック予算破りをどうするか、オリンピック予算守らないということをどう糾弾するかっていう方向に行かないと終わんないと思ってるんですよね。で、まずそれをやることがトランプにとっては一番きついと思うんですよ。なぜかっていうと、彼は2年後の国家元首になるわけですから、オリンピック開催俺、国はね。で、これを逆に言うと、この、球っていうのは、スポーツ界から言うと、お前そういうことやってたら、オリンピックそこやんないよっていう、できないだろうって。で、それを言えるかどうかっていうところにかかってくるじゃないですか。で、その時に、やっぱ世論というか、世界の常識がね、いや、オリンピック予選であってすごいことなんだから、それを守ろうって方向がマジョリティになってれば、トランプばっかりになるんだけど、いや、そんなこと言ってもさ、そんなのスポーツのたわごとだよみたいになってるといかないと。だからそこが僕はそのスポーツジャーナリズムの問題かなと思いました。だからそれが先ほど言ったその IOC のステートメントに書いてあるんですね。これ、オリンピック休戦はこの国会の決議であって、IOC はオブザーバーであるので、強制力はありませんっていうことが書いてあるんですよね。これ。取りようによっては我々は関係ありませんよっていあれ、う。国連決議になったので、オリンピック休戦の格が上がったのかと思ったら、IOC の方が国連に預けましたから、だからこれは国連の問題であって自分たちの問題でではありはないっませんといていうことが書いてうようなあるんですね。立場の方に変わってるんじだからあゃないか。れはね、だから解釈がそうなっちゃうかもしれない。うん。ただあれなんですよ、
あそこで言いたかったことは、要するに政治問題だってことなんですよね。うん。政治問題には例えば戦争するとかしないとか、戦はい。争がいいか悪いかとか、そこは口出しませんっていうことを言いたかった。で、オブザーバーっていうのも国連のオブザーバーとして認められてるんですね、IOC って。えこはい、オれは大きなブザーブ。ことで、それはい。はサマランチが勝ちえ、取ったことなんですよ。だから、あくまでも国連のオブザーバーとして意見は言うことできるわけで、うん。その意見を言うってことを、もう、その意見を言う中で、ちゃんと、国の人は、選手をちゃんと旅行できるように守ってくださいよってことを一番言いたかったんだけど、まさにそこが、誤解されるっていうか、なんていうかな、逆に、トーンが落ちちゃってるかうら、ん。伝えたいことが伝わらないっていうね。いや、だから、単なる言い訳だって欧うん。米のメディアはみんな言ってましたうん。ね。そうそう。だからうん。そういう、まあ、欧米ではその批判があったんですよ。だけど、日本のメディアはそれも知らそれないから。すらもないそれもじゃない。ですけどね。だから、もうタッチすらしない。そうだからその時に私がそういうこと言ってもね、逆になんかスルーでしょ、これはね。まあ、スルーもしないというかもううん、引っそのかかんないからね。別世界で金メダルと、もうメダルのことしか騒いでないっていうようなのが、そう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 、日本のまさにメディアになってるから、逆にメオリダルンピック取っちゃった。休戦というのがオリンピックの本義なんだよと。要すうん、るに平和運動なんだからオリンピックはといううん、ようなところを一言でもいいから、うん。こう、言えばいいのにというまあ、のは、私はずっと言ってましたし、ずっと連載したコラムではそればっかりはい、書いてた。読ませていただきました。私も言っておりますんで、ここら辺でしか言ってないっていうか、私も言ってます。ああ、そうか、そうか。だから、結構そのオリンピック休戦というものの力がみんながもうそこに結集すればうん。結構あるんだなっていうのが、それこそ私なんかも春日さんの話をよく聞いて分かるようになってきたんだけど、どうですか？ JOC とかがもっと言わなきゃいけないんじゃないですか、これは。そうですね。だから、いう、まあ、JOC も含み、韓国のはい。オリンピック委員会の委員会。力をやっぱ発揮すべきだなと。つまり国連では、まあ、全会一致なわけですから、はい、そうです193ね。カ国あるわけですから、うん。それぞれの、NOC はもっと206もあるわけですから、はい。その力でね、それぞれの NOC がそれぞれの政府に対して、うん。ちゃんとそのポリティカルなうん。シチュエーションを伝えるっていう。で、そのオリンピック優先っていうのを守っていくために、日うん。本も協力してくださいと。で、そのためうん。には、じゃあ、例えば高橋さんがトランプに会うときにはオリンピック優先破っちゃいけませんよって言ってくださいよって話になるわけで、そういうこあとを言うべきではないかな。で、その NOC のその力っていうのをやっぱりこれから見直していかないといつあ。うん。までたっても、まあ、IOC だけに頼っているとですね、オリンピック競争なるほど。実現できないなと思って、つまりはい。国内政治が関わってくるので、そそうれに対してですね。オリンピック委員会の力っていうのを発揮するということは大事かな。でも具体的なまあ、実感として分かるのはモスクワオリンピックのボイコットですよね。これはい。も JOC は政府に負けて、まあ、その当時はそう言ってませんけど、う、うまあ、ん。歴史的に言えば政府の意見に従ってやめちゃったわけだから、脅しに屈したってことですね。それをつまり政府に屈しないでもいける JOC であれば、うん。オリンピック休戦のために貢献できる JOC でもあると。だからうん。そういう形のオリンピック委員会にしていかなきゃいけないと思いますし、そうですまあ、ね。それについては私は今の橋本聖子会長に直接お話はさうん。せていただいてます。直接話してください。自はい。民党でもできるはずだろうということを。そうね、だから自民党の中でもいろいろあるみたいなんで。そうですね。自民党の中でも遠藤さんなんかがね、まだやっておられた時には、あのうん、方が会議の中で喋る時に必ずこれはあんまり口出しすると政治家が口出しすることになりますからって盛んに言ってたんだよね。あの人は。うん、まあ、引退しちゃったけれども、そういう僕なんかは逆にね、もっと政治がね、例えば読売新聞がメディアが野球チームなんか持ってはいけないだろうというのを政治で言ってよというふうに言ったりしたら、いや、そこまで政治としてはスポーツにも口出しすることはできないっていうふうに言われてたんでね、うん。逆に残念だと思ったんだけども、まあ、そういうもんかなと思いましたけどね。まあ、言い訳に使ってたっていうね、ことで。うまくえ、使うから。まあでも今、IOC のね、オリンピック憲章では、もうボイコットができないようになっ
ってますなってまよね。すね。うん。だから NOC は必ず選手団を送らなきゃい送らなきゃけないっいけないの。ていうことになってますから、うん。それはつまり政治から、ね、自立しろということですよね、言いたいことは。そうです。だからそね、の IOC としては。がもう基本精神ですからね、うそれをん、明文化したってことですようね。ん、まあ、そのあたりで、ロサンゼルスオリンピックが近づいてくるところで、どうも IOC が、トランスジェンダーの問題について、トランプ大統領に、世の中には男と女しかいないんだというふうに言ったトランプ大統領にごますったんじゃないかということを思ってるんですが、1回目はこの辺で区切りにして、2回目の時にはそれを徹底的に話し合いたいと思います。春日さん、またよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、日本メディアが報じないオリンピックの二大事件を考えるのエピソード2、IOC のトランスジェンダー選手の排除はトランプへのごますりかです。引き続き春日さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。